Meshtabi. Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Hokkaido Butadon Senshukan desu. 食いしん坊の皆さん、こんばちは。こんばちは。今回は北海道と言いましょうか。ほぼ帯広の名物グルメなんですが、豚丼でございます。これ私たちも最初そうだったけど、実際どこで食べるべきかすんごい悩むと思うんですよね。いっぱいある豚丼屋さんの中から実際私たちがリピートしているお気に入りのお店をちゃちゃっとまとめてみました。それでは早速、Let's get it started. 1. Sapporo. Giying no Mai. 豚丼といえばやはり帯広。帯広の開拓は明治16年静岡県松崎町出身の与田弁蔵率いる民間開拓結社万世社によるものだったそうで、未開の原野を切り開く事業は予想をはるかに超えた過酷なものだったそうなんです。へえ、とんでん兵じゃないのね、帯広は。この十勝開拓の父与田弁蔵が豚4頭を連れて入植したのが帯広での養豚の始まりだそうです。だから帯広の豚丼は美味しいのかしらね。帯広に食い下がれる札幌界隈の豚丼があるとしたらこちらでしょうか。はい、新琴似の外れなんでね、ちょっと寄りづらい場所なのかもしれませんが、タレが好きですね。ここ濃くてジャッパジャッパかかってるんだけれども、ほらおじさん濃すぎるのと甘すぎるの嫌いじゃんか、なんだけどこれむしろ書き込みたくなるっつうか癖になる感じなんだよね。巨乳はあんまり好きじゃないんだけど小池栄子は別みたいな感じかな。全然意味わかんない。締めのお茶漬けもあるのがいいわね。だけど締め用のご飯をなかなか残すことができないんだよね。なんでよ。うまいからさ、つい夢中に書き込んじゃって気がつくと茶漬け用のご飯がなくなっちゃったって言ってんの。それ計画性なさすぎでしょ。ジャッパジャパ下にタレが溜まっててもさらりと食べれちゃう魔法のような豚丼さ。これは締め出し茶漬け用に多めにタレかかってんのかな。なるほど、それもあるかもね。あと大将ワンモペなんで締め茶出し頼みづらいんだよね、忙しそうだから。ポットかなんかに出汁入れといて丸亀製麺方式セルフならいいのにね。あ、そっか、それだ、いいね、そうしよう。 2. Obihiro. Hagatang. 昭和初期、豚肉はもちろん醤油や砂糖も大変貴重な時代。当時の洋食料理人数人がうなぎのかば焼きをイメージし試行錯誤の末に完成させたのが豚丼だそう。なるほど、だから山椒かけたりするのね。昭和9年創業小樽のハゲ店が帯広に移転してきたのは戦前のこと。ちょ待ってよ、小樽のハゲ店？そうなんさ、小樽創業らしいんだよね。どうして帯広に来たのかは不明なんだけれども、そんでもって店主の矢野正六さんが出兵により営業ができなくなったりなんやかんや吸ったもんだがありので、戦後復活し軌道に乗り始めたのは昭和30年代に入ってからだそうです。へえ、そうなんだ。てっきり帯広の老舗かと思ってた。そうだよね。だから帯広の人はあんまりハゲ店をしないのかな。なのかな。まあ名前からしてそもそも天ぷら屋さんなのよね。だけど豚丼は美味しい。はい、豚丼はさ、割と書き込む系っていうか丼抱えてわっしゃわっしゃ食べるイメージの B 級グルメだけど、ハゲ店さんのはワンランク上の上品な感じがするよね。そうだね、店名は決して上品ではないけれどね。こら、道産豚の一頭からほんのわずかしか取ることができない赤身の部分に和牛のようにサシが入っている噛み込み豚を使用してるんですって。やっぱり噛み込み豚なんだね。豚丼誕生時と同様、大量生産はせず手作業で添加物や保存料を使わないというこだわりのタレも甘すぎなくって美味しいの。やはり和食屋さんのしつらえでいただくってのもあるんでしょうが、豚丼自体が気品ある仕上がりになっていますね。世間の豚丼から一つ頭抜きんでてる感じがします。ちなみに銀座ハゲ店とは全く無関係、偶然の一致らしいっす。ハゲ店ってあっちこっちにあるよね。ハゲって天ぷら屋さんに向いてんのかね。こら。 3. Obihiro. Butaya. 帯広の開拓には
与田弁蔵率いる民間開拓結社万世社による功績が欠かせなかったというのは前出の通りですが、その与田弁蔵率いる万世社が1905年明治38年に北海道で初めて商品化したのがバターだったそう。このバターにちなんで作られたのが六花亭のマルセイバターサンドなんだそうです。マルセイのせいは万世社のせいで、パッケージデザインも発売当時のマルセイバターのパッケージを復刻したものだそうですよ。ちょっと何かバターサンドよ、豚丼全然関係ないじゃん。おっといけねえ、豚丼言うたら帯広だからさ。ここ豚屋さんは視聴者さんからのおすすめだったよね。はい、そうなんです。ほぼほぼ帯広の豚丼のお店は食べ歩いている飯旅ーズ。なぜか未だ未体験だったのがこちら。残念ながらブランド豚の噛み込み豚は品切れだったためバラを今回はいただきました。噛み込み豚は豚全体の 3% ほどしかいないという極端に脂が乗っている豚とのことです。名店と言われるお店はほぼこの噛み込み豚を使用し名店で名店と言われているお店はほぼこの噛み込み豚を使用しているようですよ。そしてなんとこちらではラーメンとのセットがいただけるという、とっても食いしん坊には嬉しいお店。しかもそのラーメンが旭川ラーメンというんじゃないですか。小豚丼とラーメンのセットが1050円。安っ。あら、そばうどんのセットもあるんだ。でもさ、すごいよね。濃いめのドロッとしたタレの豚丼とラーメンのセット、こりゃ食べ盛りの若者にはたまらないごちそうですな。なるほど、じじいにはいささか重いかなちゅう感じの感じ。だけど旭川ラーメンとのコンビは最高っしょ。これは男の欲望を満たしてくれる豚丼屋さんへ GO。 なんか聞いたことある。それ4. Kata Hiroshima Outlet Park Buta Haga。 帯広に行けなくってもここにこれがあるから非常に助かっております。三井アウトレットのフードコート。ちゅうかおな系でしょ。おなけ？同じ系列ハゲ店さんと。あ、そうそう。豚ハゲはハゲ店さんの3代目さんがハゲ店で人気の豚丼を専門店化したものなんだ。本物の味は専門店にしか出せないっつってね。なるほど、だからなのね。似てるようで微妙に違うよね、ハゲ店さんとは。そうだね。このアウトレットの豚ハゲさんも美味しいんだけれども、味の醍醐味は本店の2割引きって感じでしょうかね。やっぱ焼き上がりから時間が経っちゃうからね。どうしてもフードコートだから。そっか、それはあるわね。でもやっぱり美味しい。そして夢のコラボが可能になるのもフードコートドリーム。なんたってアウトレットのフードコートには飯旅御用達の名店が他に2軒も入ってますからね。あ、たまらんね。おじさんお気に入りは勝手に七兵衛さんの鶏白湯ラーメンと豚丼のセット。あたいはベジーさんのエビトマトと豚丼を一緒にいただきたいわ。これすごいっしょ。夢ね。5. Otanoshika Buta Fuku。 釧路は小田野市家の名物豚丼屋さん。地味に釧路界隈も豚丼に力入ってるんです。そしてここは視聴者さんから推薦があったお店だよね。はい、結構釧路も豚丼美味しいとこあるよね。こちらの豚丼も噛み込み豚を使用した柔らかく美味しい豚丼ですが、これです。これ Today's Katsu Curry。 カレー豚丼、これは名作です。あくまでもカレー豚丼って名前ですよ。これ見た目は完全カレーに豚乗せましたって感じですが、美味しいシャバカレー、甘口なんですけれども美味しいですね。これテーブルには確か一味しかないので、カレージャンキーさんはガラムマサラかカレーホットを持参した方がベターね。これは素晴らしいメニューだ。見方によってはカツカレーの衣抜き中華、揚げ抜き中華。それは強引。 Going my way。 Going my way。 助手席に乗せときたい豚丼だね。これダメ、助手席は私専用。 6. Obihilo Buta Haga。 2軒目にご紹介した昭和9年創業ハゲ店の3代目が本物の味は専門店でしか出せないという思いから帯広ハゲ店から74年受け継がれた伝統の豚丼のタレの味も守るべきところ良いところはそのまま生かし、現代の
多くの人の舌に合わせた豚丼の豚ハゲ秘伝の味へと進化させ、豚丼専門店として開業したお店。私が帯広で一番好きな豚丼です。専門店ならではのこだわり抜いた肉のうまさと、それを引き立てる甘さを控えた秘伝のタレと絶妙なバランス。北広島の三井アウトレットに入っている豚ハゲさんも好物ですが、やはりここ本店の豚丼は飛び抜けていると感じるのは私だけでしょうか。はい、同感。間違いないっす。香ばしい、ジューシー、甘ったるくないのが素敵。なんといっても目の前で焼きたてがすぐに来るから熱々のライブ感が違うのよね。音更道の駅にも最近オープンした新店舗も念のため実食してみたのですが、これはちょいと違うかな。焼き方で肉ってすごい変わるのだね。これは同じ豚ハゲさんとは思えない印象でしたね。やはり帯広駅の本店で食べるのが一番ね。だ。7. Otofuke Kashiwa。 こちらはダントツで帯広っ子おすすめのお店。はい、何人もの方からタレコミいただきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。実は数年前に柏さんは食べてたんですよね。その時の印象で飯旅リストから除外していたお店だったんです。実はそうなの。音更店と帯広店がこんなに違うとは思ってもいなかったのでね。はい、タレの味が甘さがきつくて我々の好みではなかったんよね。好きな人は好きだと思うんだけれども、はいはい、みたらしみたいな。それは大げさじゃん。結構甘かったよ。というわけで帯広と音更で結構味が違うんです。皆さんもぜひ食べ比べてみてください。ハゲ店豚ハゲとこちら音更の柏さんの豚丼は別格だと思います。頭一つ抜きんでてる感じがしますね。帯広行ったら豚丼食べようって方にはまずこの3軒をお試しいただきたいですね。もっともっと行列をなしているお店もあります。歴史のあるお店もありますが、一番大事なのは美味しいことだと思います。大人気のお店なのに並ばせないでいてくれるのが嬉しい。受付表に名前書いたら車で待てるのが助かるわ。ほら、美味しい豚肉をなんとなくそれっぽいタレで焼けばそこそこ美味しい豚丼はご家庭でも味わえるじゃん。だけどもこちらの豚丼は家庭では絶対に真似できないクオリティだとおじさんは思います。確かに。今回飯旅北海道豚丼選手権でご紹介していないお店の数々、むしろ出ていないお店の方が有名でしょう。まあ歴史や伝統を学ぶことも大事なんですが、長時間並んでって感じの感じって観光地あるでしょ。あるでしょ。そうだよね。行列ができてると美味しいと錯覚しちゃうんだよね。あくまでも人それぞれ趣味嗜好ってのがあるのでね。もちろん全員に当てはまるものでは決してありませんのでね。私たちの趣味嗜好に対する苦情は、あとトークの下手さと髪もね、お手柔らかに勘弁してくださいね。お願いします。次回のMeshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Iwamizawa Kaiwai des Otanoshimini. See you soon. 冷静に考えてみたらこれ豚丼って言うけど、焼き鳥丼とほぼ一緒で、その焼き鳥丼の豚バージョンみたいなもんじゃない。メロラン焼き鳥丼、タレの焼き鳥丼みたいな、味的にはね。そうだね。長ネギとかが入ってた方が美味しいのかなっていう感じはしないでもないんだけども。確かにあってもいい。帯広の豚丼っていうのは一切入ってないんだよね、その辺はポリシーを感じるところだけども、肉って感じだよね。肉オンリーってね。時々グリーンピース、はい、飾り的なね、ちょっと野菜も食いたいなみたいなね。でもそうか、玉ねぎとかにしちゃうとまたあれか違う。でも美味しそうだけど、ワイルドな食べ物ですよね、ワイルドだぜ。鶴橋さんの豚丼なんて超ワイルドだぜ。この前知り合いが食べてたのを SNS に載せてたけどこんな黒かったっけって思うぐらい。でもあれもまあ存在し続けてるわけだから、好きな人は好きなんだよね。
まああそこの豆腐の味噌汁は最高にうまいけどね。そう味噌汁の記憶しかもうなくなっちゃった味が忘れちゃった。ちょっと今度行ってみようかな。マジでイカスミみたいにくるもんね、すごいあれ。つらいさん、はい、オリジナリティ、機会があったらぜひはい食べてみてください。つらいさん、帯広はね本当美味しいものがたくさんあって、本当。ただ方向感覚が麻痺する帯広ってね、ちょっと駅のところあたりに道が斜めになってるのと、はい、札幌と上丁目っていうか南と北と東と西が真逆で表示してくるじゃないか。そうですね。何？って東南城南北十何丁目とか。そうってなる。だからナビないとどこにも行けない帯広でございます。帯広の人も札幌来たら気持ち悪いんだ。ああ、まだ札幌はほらでも5番の目にきっちりなってっから。ああ、そうか、確か帯広もまあ逆だと思えば、で山があってテレビ塔があってとかランドマークが見えるじゃん、帯広って見えないじゃんか。そうだね、違うか、見えないね。だからね道を覚えないあ、ここ見たことあるって言って毎回通ってる気がする、スーパーが違いますね。福原さんと大地さん強いっすね。ああ、そうね、お世話になりましたね。すごいっすね。何ロビンソンの後に建ててるほら古いラフィラの後ね、ココのススキの。あ、そう何ココのススキの、またそういう系名前なんだ。はい、大地さん来ましたね。すんごい。あそこにローカルが入るってのはいいわね。これからもよろしくしなちく。